はい、こんにちは。太郎です。今回の動画は質問回答とさせていただきます。質問の内容としましては、おとりの操作をしていると、おとりが手前に寄ってきてしまうのですが、操作に問題があるのでしょうかといった内容ですね。僕もこれに関しては、あまり正解と言えるような回答はできないと思いまして、というのも、そういう時は無理やりキャスティングで沖に送ってしまったり、あとはおとりも、交換してしまうなんていうパターンが多くて、手前に寄ってくるおとりをなんとか沖に出すみたいな操作は、まあ、そんなにしないというかね。まあ、ただ、わかりませんで答えるのもあれなんで、考え方みたいなものをお伝えできればなと思います。過去の動画もちょっと参照にしつつですね。はい。というわけで、おとりを沖に出すという操作についてご託を述べていこうかと思うんですが、まずですね、おとりを沖に出すと一概に言っても、めちゃくちゃ状況によりけりで、背釣りなのか泳がせ釣りなのかでも全く違うかと思うし、結局のところおとりの元気さによるんじゃないかなっていうのもあるんで、まあ、考えうるいろんなシチュエーションですね、について、一個ずつ見解を述べていこうかなみたいな感じの動画にしようと思います。で、まず、おとりを沖に出す基本動作ですね。これについては、こんな回答になってしまって申し訳ないんですけど、過去の動画を参考にしていただければと思うんですけど、ひとまずざっくりですね。とりあえず、基礎中の基礎である、泳がせ釣りですね。泳がせ釣りで沖に出したいってなる場合は、やっぱりおとりの元気さが一番の肝になるかなという感じがしますね。こんな感じの、トロですね。トロの泳がせで沖におとりが行ってほしいっていう状況だと、やっぱりおとりの元気さが一番かな。おとりが元気かつ流れがちょっとでもある場所であれば、釣り人の斜め前ですね。上流に向かって、前方向に元気に泳ぎ出していくんじゃないかなと思いますね。ゼロテンションでね。続いて、引き釣りですね。引き釣りはちょうど前回の調校動画で、ちょうどいい動画が撮れたんで、そっちを見ていただければと思うんですけど、基本としては、霜におとりを送って、その状態で竿を横に倒す。で、ゼロテンションを維持すれば、勝手におとりは、沖の方に出ていきますね。これもおとりが元気であれば、あるほど沖に出ていきやすいかと思います。っていうのがめちゃくちゃざっくりなんですけど、おとりを沖に出す基本動作ですね。で、ここからが本題というか、沖におとりが出ていかない状況について僕の考え方を述べさせていただきます。まず、地形の問題ですね。地形っていうのは、川の地形なんですけど、流れが蛇行しているっていうのがありまして、背の落ち込みとかですね、これもちょっと過去の動画出してますが、例えばこんな感じの落ち込みですね。よくあるシチュエーションだと思うんですけど、ちょっとザブザブっとした感じのチャラセっぽい流れですね。で、急激に流れが蛇行して、へしに当たって、縁が構成されてるみたいな、こんなシチュエーションですね。よくあると思うんですが、ここだとですね、立ち位置によって、置きに行く行かないっていうのは結構明白になるかと思うんですね。ですね、例えばこっちに立った場合ですね、こっちに立った場合だと、釣り人の立つ方向というか、どこを正面に捉えるかでも、沖という概念が変わるんですけど、手前から奥に向かって流れるような立ち位置に、釣り竿を構えれば、沖に出ていきやすいかなと思いますね。逆にこっちに立つと、奥から手前に水が流れてくるみたいな状況になるんで、これだとなかなか沖にはおとりが行きづらいかな。ちょっと極端な考え方ですけど、手前の方に水が向かってくる状況だと、引きずりではなかなか沖には行きづらいかなと思いますね、おとりがね。ちょっと小難しい話になるんですけど、釣り人がどこの方向を向くかで、沖とは何かみたいな話になるんですけど、例えばこの状況であれば、右岸に立った方が、沖には行きやすいかなという感じをしますね、おとりがね。左岸だと手前の方に水が向かってくるから、沖には行きづらい。ただ沖とは何かみたいな状況なんですけど、ちょっと
本当に僕の考え方を述べてるだけなんで、わけのわからない話をして申し訳ないんですけど、そんな感じですね。で、こういう流れがですね、一見直線的に見える川の中でも発生していることがありまして、これもちょうどいいシチュエーションの川がね、撮影できたんで、こんな感じですね。一見直線的な流れに見えるんですけど、よく見ると流れが蛇行していて、これもさっき述べたことと全く同じで、手前の方に水が流れてくる立ち位置だと、やっぱり沖には行きづらいかなという感じがしますね、おとりがね。あとは、2箇所目。これは、調光動画として出していない動画なんですけど、こんな場所ですね。わかるかな？なんか、流れは一見まっすぐに見えるけど、よく見ると水が流れているのは蛇行しているみたいな感じですね。これも立ち位置によっては手前に水が流れてきているんで、引きずりでは沖に出しづらいかなという感じがしますね。あとは馬乗せですね。馬乗せはちょっと見落としがちというか、まあ僕が勝手に見落としてるだけなんですけど、馬乗せっていうのはまあ川の中の中州みたいなのが形成されつつあるみたいな状況で、川のちょうどど真ん中ですね。ど真ん中に若干小高い場所があって流れが左右に分かれているみたいなところですね。ちょっとイラストを描こうかな、これは。はい。というわけで、めちゃくちゃ簡単に描きましたが、こんな感じですね。この波打ってるところが水面で、ここが川底ですね。川底の中に、ちょうど流進のあたりにこうね、もこっと盛り上がってるところがあって、そこから下流の方までね、この小高い丘みたいなのが続いていくみたいなのが馬乗せなんですけど、これは、あれですね、川の中をこう、手前から奥に向かっていく流れをこう断面図にしたみたいな図なんですけど、例えばここですね、馬乗せの上をこう繋がってる、こんな感じですかね。ちょっとこれ分かりづらいな、絵が上手すぎてちょっと分かりづらいかと思うんですけど、このおとりをこっちですね、この馬乗せを越えてこっちに送るっていう操作はなかなか難しいんじゃないかなという気がしますね。というのも、難しいとは言っても、できなくはないっていうか、他の場所に比べれば若干難しいかなっていう感じで、全然できなくはないんですけど、手前からこう来た流れが、どうしてもこっちにね、分かれるんですよね、こういう感じにね。水が左右にこう落ち込んでいくっていうか、なんで、水流としても、こっち方向の流れができるんで、上乗せに乗った水が、左右に分かれるんでね。なんで、ここも、おとりを送りたい方向と逆の方向に水の流れが発生するんで、なんで、ここを、こう、おとりを越えさせていくっていうのは、ちょっと難しいかなという感じがしますね。通常、馬乗せのないようなところを釣るよりは難しいかなという程度で、普通にって言ったらまたあれだな。できなくはないんですけど、他の馬乗せが全くないようなシチュエーションに比べたら、この上におとりを乗せるっていうのは、難易度は若干上がるかなという感じがしますね。こういう場合だと、こっちの方に、釣り人こっちの方に来てもらって、馬乗せをまたぐような形でこう出せれば、この上に乗せられるかなという感じがしますね。ただおとりを沖に出すっていうテーマからはずれるんですけど、もう釣り人が動いちゃってるんでね。テーマからずれたんですけど、沖に出しづらいっていう状況であれば、釣り人が動いてしまうっていうのもありかなという感じはしますね。可能であればね。危険がないポイントであれば。で、この上に乗ってしまうと、今度、あれなんですね、こっちの流れができてるんで、こっちにおとりを、ここに乗ってしまったおとりは、結構簡単にこっちの方には来ますね。こういう流れができてるからね。こうするとだいぶ沖を探るという趣旨に沿った状況になるかと思うんですけど、馬乗せとか、あとは流れの蛇行ですねっていうのはちょっと気をつけた方がいいかなという考え方ですね、僕はね。はい。あと、背張りですね。背張りを打つと、おとりを沖に出しづらいっていうのは、ちょっとではあるんですけど、僕も実感として感じているところがありまして、
これについては実調の中で動画を撮影したので、こちらをご覧ください。で、背張りなんですけど、背張りを打つとね、沖に出ていかないっていうのをちょっと分かりやすく説明したいんですけど、なかなか難しくて、背張りを刺していない状態だと、竿をパターンと倒すが、こうね、鼻先が単純にこう、沖の方を向くだけなんですけど、これが背張りを刺すとね、背張りを刺すと、竿を倒すとね、なんか若干こう、魚体がね、傾くんですよね、こんな感じに。鼻先じゃなくて、この辺に力がかかる場所が移動するんで、穂先を倒すと若干鮎がねこうパターンと倒れる。で倒れた状態で送っていくんですけど、鮎は下に潜ろうとするんで、この状態でこの鮎にとっての下っていうのがこっち側なんですよね。倒れてる状態なんでこっちに潜ろうとするんで、なかなか沖に出ていかないっていうよりは、ノーマル仕掛けよりは背張りの方が沖に気持ち沖に出ていかないというイメージですね。こう倒れた状態で下に潜ろうとするとこっちに来るんでね、こっちにという感じですね。はい、というわけでお分かりいただけましたでしょうか。そういう感じですね。で、背張りに関してもう一点だけなんですけど、背張りを打つ場所を変えることによっておとりを沖に出しやすくなるっていう裏技がありまして、はい。というわけで、おとりの模型ですね。これを使って紹介しようと思うんですが、僕はね、正直このやり方はあまり使わないっていうか、ほとんど使ったことがなくて、ネットで拾った知識を一応紹介しておくみたいな形ではあるんですけど、鼻管を刺しまして、逆張りを打ちの背張りですね。通常背張りを刺す場所といえば、おとりの真上ですね。真上にこう刺すかと思うんですけど、この状態ですね、背張りをって。なんですけど、例えば向こうにね、おとりを送りたい場合、背張りを打つ場所をこっちにするんですね。こっちに打って、この状態ですね。この状態でじわーっとテンションをかけると、おとりがだんだんこう沖に行ってくれるっていう裏技があるんですが、反対であればこっちですね。こういう向きで釣っている場合ですね。向こうに送りたいんであればこっち側に刺すという感じですね。で、これに関しては機会があれば実際にやって検証してみようかな。検証してきました。右岸から左岸に向かって沖に送りたい場合、こっちですね。こっちに傾けて打つとどうなるか。さあ、沖に行きやすくなったでしょうか、これで。おー、行く、沖行くね。沖行きますね。沖に向かっていきますね。かかった。この辺横すぎ大丈夫かな。さあ、これで沖に行きやすくなったかな。じわーっとテンションかけて、おお、行くね。行ってるね。どんどん沖に行きますね。目の前で霜におとり送んなくても目の前で横の動きを演出できますね。これでいいですね。あ、いい、これいい、これめっちゃいい。すげえ沖行く。めちゃくちゃ沖行くな、これ。ほぼゼロテンションを保ってる感じなんですけど、かなり沖行きますね、これ。
なるほどですね。まあ踊りが変わったから本当の意味の再現性ではないんですけど、今度はね反対に打ってみようかな、背割りを。こっち。さあどうだ。さっきと全く同じくらいのテンションです。青木行ってるな。いや行ってないか。さっきより手前だな。さっきより沖行かないですね。背張りの位置変えたら手前側ですね今。なるほど。これちょっと沖に行けっていう操作をしてもなかなか沖行かねえな。再現性ありですね。背張りの打つ位置でかからねえ。なるほどね。背張りの打つ位置ですね。という感じです。はい。というわけで、ぼちぼち5択を述べてきたんですが、やっぱりおとりの問題というのが一番かなという感じがありますね。沖に行かないおとりっていうのはいるんで。で、おとりが沖に行かない、困ったちゃんっていうパターンですけど、例えば左岸から釣りをしていて、右岸に送りたいっていう場合ですね。で、なかなか沖に出ないなーっていうおとりを、同じおとりを使って、例えば川の真ん中あたりまで立ち込んで、で、今度、右岸に出そうとしても、やっぱり出ていかねえなっていうやつがいるんですよね、おとりね。どうしても釣り人の直下に入りたがるようなやつがやっぱりいて、そういうやつがね、無理やりキャスティングで沖に放り投げても、すげえ速さで手前に寄ってきちゃうんですよね。引くのと同時にね。本当に困ったちゃんで、もう、おとりを変えちゃいますね、僕はね。こういうやつはね。さっき紹介した、背張りを打つ位置を変えるとかで沖に出すっていう手もあるかもしれないんですけど、だいたいこういうおとりを無理やり沖に出しても、すげえ、イヤイヤして、かかる気がしないっていうか、こういうやつをイヤイヤさせないように操作をすると、やっぱり手前に寄ってきちゃうし、じゃあ無理やり沖を攻めようとして重り打ったりしても、かかる気がしないっていうことが多くて、かかる気がしないっていうのが一番釣れない原因だと思うんですよね、ああいう釣りはね。よし、かかるぞっていう状況を、なんか肌で感じれば、やっぱりかかるんで、ああいう釣りはね。で、そういう釣りが一番楽しいっていうのもあるし、こんな回答で申し訳ないんですけど、やっぱり沖に行かねえなってやつは、おとりを変えるのが一番かなっていう気はしますね。僕の考え方だと。はい。というわけで、今回の動画はここまでになります。コメントに回答するのもだいぶ遅れてしまって申し訳ないんですが、この内容に関しては僕も明確な答えが出なくて、なかなか答えるのが難しいかなっていう感じもあって、かといってわかりませんで済ませるのはあれなんで、こんな形の動画になります。で、ちょっとまた近況報告みたいになるんですけど、なかなかね、動画が出せてないんですね。お盆はやっぱり子供が夏休みでうちにいるし、過去の投稿動画を編集するっていう時間もなかなかなくて、なかなか動画出すの難しかったですね、お盆はね。はい。というわけで、今回の動画はここまでになります。今回もご視聴いただきありがとうございました。今回はご視聴いただき、誠にありがとうございます。チャンネル登録と通知機能で、次回の動画公開のお知らせが届きます。動画の感想、コメントもお待ちしております。次の動画もぜひご視聴ください。